はい、こんにちは、たけです。ここ、ツールワゴンの上、いろいろ置いてますけども、この旋盤で使うね、バイトとか、測定工具とかドリルとか、そういうものなんですが、ご覧の通り、ぐっちゃぐちゃです。はい。こういう置き方しちゃうと、作業性が悪いのはもちろんなんですが、やっぱりね、こう、バイト同士が当たって、こう、刃先がちょっと傷んだりとか、一番心配なのはやっぱりこういう測定工具、マイクロメーター。こういうのはね、100分の1ミリ単位で測定するものなので、もっと繊細に扱わないといけません。うん。で、別に投げたりしない限りはね、そっと置く限りでは、何かなることはないんですが、やっぱりこういう状態で置いとくと、あんまりよろしくありません。なので、ここをね、もうちょっとすっきりさせて、なおかつ作業性もよく、こういうものの保護も、できるような、そういう、なんていうんですかね、収納ボックスといいますか、オーガナイザー的なものを、作りたいと思います。はい。で、今までね、木工でいろいろ作ったりもしてるんですけど、そういう木の端材、ちょっと捨てるにはもったいないなっていうような、木材が結構溜まってるので、そういうものを利用しながらお金かけずに、やっていきたいなと思います。はい。ということで、やりましょう。
し、完成か。早いな。はい。ということで、旋盤工具と測定工具の収納ケース、オーガナイザーとでも言いましょうかね。これで完成です。はい。まあ、ちょっとこの辺りの大きい穴だけね、ドリルが、ちょうどいいドリルがなくて穴が被ってしまうというミスがありましたが、はい。まあ、一応、なんて言いますかね、僕ね、こういう風に横置きするのがあんまり好きじゃないんですよ。で、まあ、こう縦にすればね、この分もスペース空きましたし、まあ、使いやすく欲しいものをスッと取れるように、なったんじゃないかなと思います。まあ、この旋盤工具も、測定工具も、もっともっとたくさんいっぱい持ってるんですけど、まあ、重複してるものとか、まあ、ほぼ使わないなっていうものとかがいっぱいありまして、うん。まあ、測定工具もね、マイクロも300ぐらいまでとか、これももっと長いものとかあるんですけど、まあ、うちの旋盤が小さいので、そんな大きいものをすることがないので、まあ、頻繁に使うサイズだけ、まあ、ここにね、綺麗にまとめて、使いやすくというのをテーマにちょっとやりました。はい。うん。まあ、こんな感じで、すっきり綺麗にまとまったんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は、旋盤工具と測定工具の収納ケースかオーガナイザーか、っていうもんです。はい。ご視聴ありがとうございました。ぐだぐだ。